皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。チャンネル登録者様が1万5000人を超えました。本当にありがとうございます。これからもガンガン絵を描いていくので、皆さんどうぞよろしくお願いします。今回の素材写真がこちら。プリップリのソーセージ盛り合わせ。これを描いていく手順がこちら。それぞれがチャプターになっています。ご覧になりたいパートに直接飛んで見ることができます。それではスタート。下書きを描いています。素材写真と同じサイズの用紙を用意して、両方に同じグリッドを配置しています。ブラシは鉛筆、茶色っぽい色で描いています。下書きをする理由は、形を正確に取ること。このグリッドが素早く正確に形を取るのにとても役立ちます。私は下書きをこのように細かい線で描いています。大きくてダイナミックな線も好きですが、私はいつもこのスタイル。ちょこちょこと細かく描いていきます。石橋を叩いて渡るようなイメージでしょうか。この方が後戻りが少なくて、結局時間短縮になるような気がするんですよね。線画の工程に移りました。ブラシは引き続き鉛筆、黒で描いています。下書きレイヤーの不透明度を下げて、上に新しいレイヤーを乗せて描いています。線画の目的は絵のガイドラインにすること。形が変化しているところだけでなく、色の境目やハイライトの部分もなるべく描いておきます。この線画が絵の最後までとても大切なガイドラインになります。少し高速でご覧ください。この工程から着彩です。背景を塗って下塗りをしています。背景のブラシは油彩丸筆。下塗りのブラシはマーカーを使っています。線画の下にレイヤーを追加しながら進めています。今回はレイヤーを多めに使いました。各パーツごとにレイヤー分けをしています。この後の書き込み作業を進めやすくするために、この時点で大きな色の変化を塗っています。同じマーカーを使い、ブラシの不透明度を下げて何度も塗り重ねて色を整えています。書き込みの工程に入りました。ブラシは鉛筆。この後にその他のブラシも使いますが、書き込み作業の8割以上は鉛筆で書きます。手前のソーセージから挑戦しています。まずは上の部分を書き上げてしまいます。ここを書き上げて絵全体の密度を確認します。調整ブラシという細かい粒子が描けるブラシを使って表情を出します。全体の密度はこんな感じかなということで次の部分に移ります。最初の書き込みなんだからもっと目立たないところから書けばいいのにって自分でも思うんですが、いつも一番目立つところから書き始めるんですよね。最初に目立つところを書き上げて自分でハードルを上げているのかもしれません。今回のモチーフは粒子状の調整ブラシがとても役立ちました。濃いつぶつぶだけでなく、ハイライトを書き込む補助としても活用できました。調整ブラシを使う際は、新しいレイヤーに描いています。まず大まかに粒子を吹き付け、消しゴムで薄くしたりしてなじませます。その際にレイヤーのモードを上山にしておくと、下のレイヤーと馴染んでくれます。なじませ終わったら、書き込んでいるレイヤーと統合して、鉛筆で最終的になじませます。こんな感じです。ここからはソーセージについて解説します。ソーセージの起源には諸説あるのですが、私が面白いと感じたものを紹介します。皆さんはソーセージはどこで生まれたと思いますか？ソーセージといえばヨーロッパ、特にドイツなんじゃないと思うかもしれませんが、実は中国で生まれたとされています。ソーセージだけでなく、ハムやザワークラウトも中国で生まれました。古代から中国、蒙古の人々は遊牧生活をしていました。そして羊を放牧し、豚肉をよく好みました。2000年以上前の遊牧生活には保存食が欠かせません。その保存食として羊の腸に肉を詰める方法を開発したとされています。食材としても効率が良く、羊や豚の肉、血、油など無駄なく使い切ります。遊牧生活はテントで行い、
その中では焚き火がされています。作ったものをそこに吊るしておくことで自然といぶされたと考えられています。やがてこの食べ物はシルクロードを通ってヨーロッパに持ち込まれます。ドイツには1170年頃に伝わったとされています。その頃、十字軍の遠征によりヨーロッパに香辛料が持ち込まれます。するとヨーロッパでこの食べ物は盛んに作られるようになります。この香辛料を合わせることでより美味しくなり、保存性も良くなったからです。その後進化を繰り返し、14世紀頃に今日のソーセージの原型ができたと言われています。ということで、絵ができました。今回の作業時間の割合です。下書き2、線画1、背景と下塗り1、書き込みが7。やはり書き込み作業が一番長くて、作業全体の7割です。ただ、書き込み作業を支える他の3割の仕事がやっぱり重要です。形をしっかりととって、丁寧なガイドラインを用意する。色で悩まないように、下塗りでしっかりと色を選定する。それらの骨格がしっかりしているからこそ、最後の書き込みが生きてくるのです。書き込み作業はソーセージで言えば焼く、茹でるといった最終調理のようなものかもしれません。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ここでお知らせです。鯛之助、Adobe Max 2022に出演します。Adobe Max とは Adobe が主催する世界中のクリエイターのための祭典です。Adobe の製品紹介や各種セッションが多数行われる世界同時開催のイベント。そこで私はフレスコのエキスパートとして日本のセッションに登壇します。初心者の方でも分かりやすくて楽しいセッションを準備しようと思いますので、皆さんぜひご参加ください。日本ではオンラインで開催されます。イベントの日時は10月19日と20日。私の登壇は19日午後の予定です。頑張ります。皆さんからのコメントをお待ちしています。もしこの動画が面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。